皆さん、こんにちは。優しい日本語のポッドキャストへようこそ。ゆきです。新しい国で生活を始めるとき、まず最初にクリアしたいミッションの一つが銀行口座の開設ですよね。これがなければ、アルバイトのお給料も受け取れないし、家賃の支払いも大変です。でも、銀行ってなんだか難しそう。言葉が通じるか心配。そんな不安を感じている人も多いと思います。大丈夫です。今日は、そんな皆さんのために、2本の銀行口座の作り方を、準備から手続き、そして口座を作った後の便利な使い方まで、超詳しく説明する完全ガイドをお届けします。これを聞けば、あなたも銀行マスターになれるかもしれませんよ。では、始めましょう。ステップ1、どの銀行を選ぶ？もっと深く考えてみよう。まず、どの銀行で口座を作るか、じっくり決めましょう。自分のライフスタイルに合った銀行を選ぶと、後々とても便利になります。一番のおすすめは、やはりゆうちょ銀行です。郵便局の中にある銀行ですね。なぜおすすめか。なんといっても、お店の数が日本で一番多いです。あなたが将来、東京から北海道や沖縄に引っ越すことがあっても、郵便局は必ずあります。これは、とても大きな安心材料です。さらに、外国人留学生や、日本に来てからまだ日が浅い人、滞在6ヶ月未満の人、でも、口座を作りやすいと言われています。他の銀行で断られてしまった場合でも、ゆうちょ銀行なら大丈夫だった、という話をよく聞きます。小さな注意点、海外への送金など、少し複雑な手続きをしたい場合、メガバンクの方がサービスが充実していることもあります。次に、メガバンクです。三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行、みずほ銀行などですね。どんな人におすすめ？これから日本の会社で正社員として働く予定がある人や、都市部、特の東京や大阪などに住む人におすすめです。大きい駅の近くには必ず支店がありますし、使える ATM の数も非常に多いです。また、家のローンや投資など、将来的に銀行といろいろな取引をしたいと考えているなら、最初からメガバンクに口座を持っておくとスムーズです。小さな注意点。平日の昼間でもとても混んでいることが多いです。手続きに時間がかかることも覚悟しておきましょう。最後に、地方銀行という選択肢もあります。これは特定の地域、例えば横浜銀行なら神奈川県を中心にサービスをしている銀行です。どんな人におすすめ？もしあなたが長期間、同じ地域に住む予定なら、地方銀行もいい選択です。地域の人々との関係を大切にしているので、とても親切に相談に乗ってくれることが多いです。また、その地域の店で使える割引サービスなどがある場合もあります。ステップ2、必要なものを完璧に準備しよう。銀行へ行く前に持ち物を完璧に準備することが手続きをスムーズに進める一番の秘訣です。カバンに入れる前に一つ一つ指で指しながら確認しましょう。
在留カード、神様、仏様、在留カード様です。絶対に忘れないでください。パスポート、本人確認をより確実にするために必ず持っていきましょう。今の住所がわかるものを在留カードの裏にちゃんと今の住所が手書きではなく市役所で印字されていますか？もしされていればそれだけで大丈夫なことが多いです。もしなければ発行から3ヶ月以内の住民票があると完璧です。印鑑、ハンコ、とても大切な日本の文化です。あなたの名前、カタカナやアルファベットでも OK の印鑑を一つ作っておきましょう。100円ショップで売っている簡単なものではなく、もう少ししっかりしたものをハンコ屋さんで作るのがおすすめです。これからアパートを借りるときなど、いろいろな場面で必要になります。電話番号、必ず連絡が取れる日本の電話番号が必要です。学生証や社員証、もしあれば持っていくと手続きがスムーズになることがあります。自分が日本で何をしているかを証明できますからね。少しのお金、最初に口座に1000円を入れることが多いので、現金も持っていきましょう。ステップ3、銀行での手続きの流れと使える日本語フレーズ。準備ができたら銀行へ行きます。銀行は平日の午後3時までなので、時間に余裕を持って、できれば午前中に行くのがおすすめです。銀行に入ったら、案内係の人、スーツを着て立っている人に、この魔法の言葉を言ってみましょう。すみません。新しく口座を作りたいのですが。これで完璧です。番号札と申し込み用紙をもらいます。申し込み用紙には漢字が多くて難しいかもしれません。でも大丈夫。名前や住所などわかるところだけ書いて、あとは窓口で聞きながら書きましょう。番号が呼ばれたら窓口へ行きます。そして準備した書類を全部出します。お願いしますと言って渡しましょう。銀行の人が書類を確認しながらいくつか質問をします。よく聞かれる質問はこれです。口座を開設する目的は何ですか？アルバイトの給与の受け取りのためです。または生活費の管理のためです。次に暗証番号を決めます。4つの数字のパスワードですね。タッチパネル式の機械に自分で2回入力します。絶対に忘れない。でも他の人にはわからない番号にしましょう。手続きが終わると通帳がもらえます。これはあなたのお金の出入りを記録する大切なノートです。ATM で記帳すると最新の記録が印字されます。キャッシュカードは1週間か2週間ぐらいであなたの家に本人限定受取郵便という特別な郵便で送られてきます。これはあなた本人しか受け取れない郵便です。受け取るときに在留カードなどを見せる必要があります。ステップ4、口座を作った後にやること。キャッシュカードが届いたら、早速 ATM を使ってみましょう。お預け入れはお金を入れること。お引き出しはお金を下ろすことです。
最初は少し緊張するかもしれませんが、すぐに慣れますよ。どうでしたか？これで銀行口座の開設はもう怖くありませんね。大切なのは、しっかり準備することと、わからないことは勇気を出して質問することです。今日のお話はここまでです。この完全ガイドが皆さんの日本での第一歩を力強くサポートできたら嬉しいです。それではまた次回の優しい日本語でお会いしましょう。さようなら。